ます。はい、OK。よし、ロケスタート。そこ。なに会社、うちの会社。前。ああ、本当だ。ここにあった。本当だ。そういう話ちょっといっぱい聞くんですけど。はいはいはい。テンション上がるな。そうかっこいいな。見てる世界陸上。いや、それがちょいちょいしか見れてなくて、大好き大好き。好きなの。オリンピックとかも全部見てた。よどみないね、なんかアスリート好きなんだね。大好き。じゃあ水道橋が近い？全然土地勘ないじゃん。本当にそう。もうでも2年、もう3年になるのかな。丸2年。更新が来たからもう丸2年ですわ、この9月で。デビューはプラス1年だから。あ、そっか、最初通いか。そう、丸3年。まだ東京何が面白いんか全然わかんないんです。最近踊ったりはしてないんですか？最近はちょっと行けてないんですよ。写真展あたりだからお盆くらいから行けてないな。唯一のストレス発散なんじゃないですか？でね、一回行かなくなるとなんかちょっとだんだん行かなくなるから、本当に行かないと。もともとどこで生まれて？関西で生まれました。関西出たことなくて、小中高大社会人までずっと関西。いわゆる優等生ね、それを優等生だとも思ったこともなかった。なんかだからみんながそうだと思ってた。みんな高校出て普通に大学行って就職するもんだと思ってたから、周りもそういう子ばっかりだったし、もうナチュラルにお勉強できた。ずっとできた。これ言っちゃうとすごい反感買うけど、その勉強ができない、座ってられない、とかなんかわからないとかっていう人の気持ちがわからなかった。なるほど。学業的な挫折ってどっかで起こるの？でも高校生、そう、なんか中学までは本当に地元の子しか集まらなくて、でその中でこう1番2番とか取れてたけど、高校に入ってその調子で行くんかなって思ったら、高校はちょっと地域が広がっていろんなところの中学の子が来るから、その中でこう精鋭がねどっといて、どんだけ勉強しても勝てない子たちが出てきて、だから勉強がわからないとかじゃなくて、あの子に勝てないっていうのを初めて思い知ったのが高校生。私全然決して頭良くないというか振動じゃなかったんだって気づいた。お勉強路線じゃないんだな自分は。その時どうなの？そうだな。でもやっぱりお勉強路線のまま行った感じがする。その時ね、バレエでずっと行きたい気持ちがあったけど、バレエでもう勉強よりちょっと前に壁を見たから、バレエすごい頑張って絶対海外に行ってバレリーナになるんだ、なんかなるんだと思ってもないくらい一生懸命やってたけど、途中でガリガリになっちゃって、コンクール一番なんか程遠くって、国際コンクール行きましょうって先生は言うけど、もうそこでね、やっぱり自分自身でも分かるんですよね。これじゃあ無理でしょうみたいな。そこが一個挫折でしたよね。本当に食べなかったし、でもね、周りは言わないんですよ。きっと傍から見たら絶対おかしいよって分かるんだけど、当事者はもう分かってないし、母親ももう必死になりすぎてというか、
食べないことへの危機感みたいなのを覚えてたんじゃないかな。それにもうどうしたらいいので半分パニック状態ってなってて、なんとか食べさせようとするけどこっそり捨てに行ったりするから、もうお母さんも制御できなくて、お母さんもちょっとノイローゼ気味になってて、でお父さんは心配行き過ぎて怒るし、いや親にはねそんな反発とかすることなかったんだけど、あの時くらいかな。あの時がなんか反抗期だったよねって言ってます今となってはあれが反抗期だったよね暴れるとかじゃなくて食べないっていう反抗期。ハンガーストライキ。そう本当にそう本当に命をかけての反抗期やりましたね。どういう家だったんだろう。どういう家だった。4人家族だって、家族4人でもう世界が全部完結してて仲はいい、でも逆に外とのつながり全然ない。家に誰も呼んだりしないし、お父さんもお母さんも外とのつながり全然持たない人だったから、やっぱこれって独特なんですかね。それが独特だっていうことも知らないくらい外を知らなくって、でも確かに大人になって社会人になって、ね、両親がこう例えばお母さんが女友達お母さん友達と遊びに行くとか、そういうのを聞くとびっくりした。そういうこと全然なかったんで。でもなんか話を聞くとうちの両親はあんまり親には恵まれなかったらしくて、そうお母さんが失踪したりとか、そう祖母になるのかな、失踪したりとか、まあ今もうまた戻ってきたんですけど、だからそこのややこしさもあって、失踪したくせにまた母親やろうとするとか、お父さんのお母さんは結構いつまでも女で高い着物買ったりとかの割にはお父さんには何も買ってあげないとか、でも 愛情は示そうとするみたいな、だからそういうのの反動でうちの両親は逆に私たち子供に愛情をすごい注いだ、過剰なくらい、なんかそんなのかなって思う。あんまり親戚関係も全然仲良くなくて、本当に仲良くなくて、だからこそうちの家族だけで結束してしまったな感じが。ちょっと変わり者が多いな、その兄弟にする。いやなんか包丁沙汰とかちっちゃい頃見たこととかもあって揉めてんなね、不登校とか、なるほど。その中でうちの兄弟いるんだけどは成績よく学校も大学も行ってってしたから、健康にすくすくってるそうわけだからちょっとこう周りから良くない目で見られるとかもあったらしくて、なおのこと結束してしまったとある過剰にね、今も昔も家族に対する自分の気持ちとかって、ずっとポジティブなただそのどこら辺かちょっと最近揺らいでるかなと思ってて、やっぱりこの AV 始めたくらいから私も見てた世界がどっと広がっちゃったから、なんかこう両親が言ってること正しい、両親は間違ってないって思ってたけど、今両親が生きてる世界が私から見てちょっと小さく見える。だからこそたまに両親に会って話とかすると、父親はね仕事とか心配のあまりもうまだ会社に勤めてると思ってるんで、そんな会社に尽くしたって最後は誰も救ってくれへんねんぞとか言うし、東京に引っ越してしまったこともやっぱりまだショックで、いつかは帰ってきてほしい、人事異動で希望出せないんかとか言ってるし、なんか
もうそういう次元じゃないじゃないですか今やっぱりまだ両親はそこがすごく気にするというか、なんていうのかな、なんか意識してる次元がちょっとずれてきてしまってるなっていうのは感じてる。今までこう仕事の話とかね、まだ会社員勤めてた頃は仕事の話とかバンバン喋ってたけど、よく喋ってた。まあ、逆に私も両親くらいしかなんかこう喋るところがなかったから喋ってたけど、この AV 女優になってから喋れなくなったじゃないですか。だから最近仕事どうやって聞かれてもぼちぼちとしか答えられなくって、そりゃ両親はなんでって思いますよね。なんかこう言いたいことも我慢してるんか、それともなんか言えない状況なんか、なんでそこも何も言ってくれへんねんってもやもやしてるっていうのはすごく感じだな。だからもう言いたくてしょうがないわけだよねどこかでね。まあねでもなんかそこも前ほど、なんかそれこそ本を裸の白鳥を書いた時はいつか絶対両親に言いたいなとか思ってたけど、もうなんか今はもうそれもどうでもいいかなって、なんかもう AV 女優って言ったくらいでショック受け取ってよって思ってるところがある。それより他にもいっぱいやってるからってそれは最近すごく思いますね。生きてるんで全然悪いことも何もしてないし困ってないしやましいことも何にもないから、でももう言う必要もないなとも思ってるし。ただ一つ引っかかるのは、その仕事の話をさ、こうね、できる相手がいなくてなんか寂しいなみたいなことを言ってる、それは多分本心みたいな。あるね。多分そういう人は絶対に必要だし、で多分一番自分にとって大切な人がそれであるべきだし、そういう仕事だと思うんだよね。そうなんですかね。なんかやっぱ心強いと思う。そうなのかな。なんかそれも例えば高校の頃からずっと仲良かった友達、今大阪にいるけど、その子がそういうなんか言い合える仲なのかなとかって思って、ちょっと最初の頃会った時に、いや実はこんなことで大変やってみたいな話をした時もあったんだけど、なんかこうなんていうのかな、なんかレベルが違うってなったらあれだけど、もうちょっとそこともさっき両親とって感じたズレみたいなのを昔の友達にもちょっと感じてきてしまってて、向こうはもちろん何でも話聞く、こっちも何でも言える中でいいよねって言ってくれてるし、私もそのつもりでいたけども、なんかこう話しててもすっきりしないというか。なんか経験ある？それあります？なんかある？その経験。そう、誰も悪くないんやけど、なんかお互い話してもすっきりしなくて、どっちの救いにもならなくて、なんかちょっとこうズレが出てきてしまってる。普通にやっぱりなんかなんだろうな、伝わらなかったりする。例えば AV だけじゃ、今私ちょっともう AV だけじゃないじゃないですか。他の女優の写真展のために動いたりとか、なんかそこの説明、今こんな仕事してるねん説明したとしても、なんかそのエネルギーみたいなのが伝わらなかったりして、で結果的にそれなんかうまく使われてへんみたいな風に取られちゃって、話して逆になんかしょんぼりするっていう現象がちょっと今起きてるって思ったりします。赤裸々。なんか難しいな。ちょっとさ、昔話聞いてるんです。はいはい。大学院の時、はいはい。
結構女性で研究系の方で大学にすごい狭いとこ行ってる。そうなんですよ。いや4年生の時に実は1回就活はしてて、やっぱもう街に出たくって、もう研究室にこもるのは嫌で街に出たくって、自分でお金稼ぎたくって、で就活したけど、でもやっぱり理系職に就きたいっていう願望もあって、でもね、修士号がないと理系職ってもう今会社全然取ってくれないんで、だから一回就活諦めて院生まで行ったっていうところはある。だからやっぱり、理系職にはすごく就きたかったんですよね。で院生になって就活も結構苦労しました。全然受からなくて、なんで受からなかったのかな、なんか、受からなかったな。だから入った会社もぶっちゃけて言っちゃえばそんな思い入れはなく入った。採用してくれた会社に入った時は会社の名前すら知らなくて入って、私も入ってから大きい会社なんだって知ってだからよく上場企業に勤めてとかっていう、肩書きというか、肩書き載せてくれるけど、なんかそんなん全然知らなかったあ、そうなんやって感じ。私としては就活振るわなかったから、なんかこう個人的には全く成果残せてないやんっていう気持ちのまま就職した。そこもちょっとじゃあ挫折。そうですね。いや就活の挫折はなんか大きかったですよね。企業ってなんで取らなかったかとか言わないじゃないですか。ただ見送らせていただきますっていうメールだけ来るから、自尊心がどんどん下がるんですよね。これみんな就活生あることだと思うけど、なんか私の何が悪いんだろうがずっとわからないまま何十社とお見送りメールが来るんで、あれは本当想像外のなんかしんどさきっと就活生みんなそれでね、たまに鬱になるとかそういう話も聞くけど、あれは非常にわかる。どんだけ気丈な子でもちょっとあれはやられるんじゃないかな。なんか入った時って本当頭でっかちやったと思うんですよ。愛想笑いとかできなかったし、社交辞令も言えなかったし、だって必要ないじゃないですか、働く上でと思ってたんです。大学時代とかそういうのなかった？なかった。そういう場面、バイトとか。バイトも飲食とか一応やってたけど、黙々とやってただけなんで、合コンとか行ったことなかったし、メインはもう実験とレポートと研究、なんかほんと勉強ばっかりしてたような。あとそうだ、本ばっかり読んでた。国立大学そう出るの大変なんだよね。そうもう有機化学のテストとかむっちゃ難しかったの今でも覚えてるもんなんかそういうさ、人間に揉まれる環境があんまりなかったってこと、なかった。唯一研究室くらい人間関係の大変だなって思い始めたのは、でも言っても研究室もそんな人間関係なんて研究に必要ないでしょっていうような人が多いから、結構それでやってはいけて、人間に揉まれてないですよね、あんまりね。そうなんですよ。いろんな人間に。そう社会人になってやっぱいろんな人を知って、あ、私このままじゃなんかダメなんだみたいな、なんか本当社会人になって大人に ならせてもらった気がする。書くものとかも、よく言われた。なんかこんなに思いやりがなかったら人読んでくれないよとか、こう伝えようとしないと誰も読んでくれないよ、忙しいんだからとか、そういうのも教えてもらったし、ちゃんと目見て挨拶しなさいとか、そういうのも教えてもらったし、結構
全然ダメなやつ。ダメダメ、うん、そりゃ内定出ないですよ本当に。今はもう目見るとか抵抗ないけど、きっと見れてなかったと思う。もう人の目とか、意識して話したことなかったしな。成長を感じつつも仕事は順調だけでもない。そうそう、あれもなんかうまく立ち回れなかったんだろうなって思うんですよ結局。だってちゃんと昇格する子は昇格してるし、でも昇格できなかった。一生懸命真面目にやってはいた。全然休まないし遅刻もしないし、言われたことちゃんとやるし、でもやってるだけじゃダメなのが会社じゃないですか。それこそアピールとか、よくうちの会社で言ってたのがチャレンジ精神チャレンジ精神がないとダメなんだっていうのすごく言われてて、でもこう馬車馬のように働く中でチャレンジ精神までこう気を回す余力が私にはなくて、アピールできなくて、でそこに対するなんでやねんみたいな気持ちもあったような気もする、でもそういう意地って結局無駄なんですよね、素直にアピールしとけばいいのに、そこはちょっとポリシーに反するみたいな感じでアピールしなかったら評価はされないし、いくら綺麗に水回りしても、いくら整理整頓がうまくできても、いくら資料がきっちりまとめられても、プラスのチャレンジ精神じゃないじゃないですか、それって。そうだから本当に会社で働いてると、なんかこんなに私劣等生だったかなってやっぱ何度も思う時期が30歳手前。自分でもやっぱできると思ってたし、なんかその働き方改革が起きて定時で帰れるようになってからは力を持て余してたから、でももうかといっても評価してくれないし、会社こんなところで発揮するのもバカバカしいわって思っちゃって、そっちに注げなくて、素直に意地が出ちゃって、その余力を向けてしまったのが外。そっから始まるんだ。すげえ遅咲きじゃないですか。遅咲き20。それまで何人ぐらい？本当付き合ってきた数だから、10人いなかったですよね。ちょっとその自信喪失になってから力を持て余すようになって外に遊ぶようになっちゃってからはね、ガッと増えた。だから彼氏と別れた後だから28、9入社当初だから3年近く、もう結婚すると思ってたんだけどしなかった。同僚？先輩？同僚、うん、しょっちゅう会ってたし、もう彼も上司に付き合ってますっていうこと報告してたし、社内公認だったんだけど、私が結婚そろそろ何年後とかちゃんと考えようよみたいなのを言った時に、彼がちょっと今考えられないなみたいな、まあするとしても5年はないなみたいな、あ、そういう温度感なんかってそこで私も気づいて、でもなんかお互いちょうど入社3年目4年目でちょうどしんどかったんですよ、お互い会社が仕事が。確かに今余裕ないもんなお互いっていう気持ちもあったし、でもまあ5年も先なんかっていうちょっとショックもあって、じゃあそれやったらもう一回解消するって後々話を聞くと、やっぱり彼も私と結婚することにちょっと不安、本当に結婚していいのかなっていう不安を持ってたっていうのもあったとは言ってたから、なんかあとまあ言っちゃうと彼と1年間セックスレスだったっていうのもあってちょっとタイミングも合わなくて気持ちもすれ違ってましたよね。そっからもう彼に最終的にはもう女として今もう見れないって言われて、そこから弾け方がすごかったんですよ。だから本当にあの時忙しかったんですよ。もう
半分一緒に住んでる感じだったけど、それでももう会えなかったんです。もうやっぱどっちかが日付変わるかギリギリくらいまで働いててとかがあって会えないくらいお互いこう余裕がなかったから、ちょっと今考えられないって言われてもなんか納得した。私も結構その時イライラもしちゃってたから、イライラしてる彼女と結婚したくないですよね。でも彼には見つけちゃうもんね。そうなんかたまに会ったりする中なの。いやもう全然、うん、もう彼は今結婚したらしい。別れてすぐ結婚したって言ってた。どうなと思うよ。私が嫌やっただけやないかいってね。でしょ。結構なんか大変な時期です。28歳ぐらいですね。厄年。女の厄年。女の厄年始まりだったんです。AV？ 30じゃないかな。その2年間、1年間、2年間、彼と別れてからその記憶ありますあります。なんか働いてる記憶より男の人と遊んでる記憶の方が濃い。いい男探してたってこと？いやなんか探してもなくて、それこそ体を粗末に使おうと必死だった気がする。悪いことしようといっぱい悪いことしよう、不道徳なことをとにかくしようみたいなダークモードに入ってた。だから社内でもいっぱい関係持ったし、もう一番ひどいのが本当奥さんが今産休で里帰りしてる旦那とやってましたからね。なんだろうな、でもそれでやっぱり承認欲求満たしてただと思うな。やっぱりその瞬間は相手も必要としてくれるから、上っ面だけでもそれで満たしてたな。あとやっぱりこう外面はすごいかっちりしてるって見られてるのも分かってたから、でもなんかこう裏の顔を持つ背徳感みたいななんか秘密を作る背徳感みたいなもうちょっとあった気がするな。 AV 始めるまでのなんか流れをおさらいしたいんです。とりあえず会社に勤めてて、でそこから男の人と遊び始めて、でそれと同時になんかこうスカウトを受けるようになったんですよね。 AV じゃなくて風俗で髪の毛ピンクとかオレンジとか緑とか派手だったから、それプラスその遊んでるっていう空気感をやっぱ感じるんでしょうね。軽そうないけそうな女っていう空気感が出てたのもあったと思う。梅田心斎橋ナンバー歩いてたら絶対 2,3 件スカウトされるんですよ。で、そんなに私いけんのってもう勘違いもしちゃって、一回面接行ったりもして、で面接2個くらい行ったんかな。で1個はなんかそこら辺のドトールみたいなところで面接されて、で今日 OK だったら LINE ちょうだいみたいな感じ言われて、で1個で決めるのはおかしかったから、もうそこの時点で副業だから探してたんですよね。確かに、ちょっとこれは違うなと思ってもう1個見たら、そのもう1個のところが君はまあ売れるとは思うよ、でも売れるとは思うけど知らなくてもいい世界はあるからね必ずって言ってくれて、なんかそこではたと気づいたというか、この世界ちょっと違うんかもしれないってなって、一旦落ち着いて、でその後くらいに彼氏ができたんですよ。なんかダンス仲間で、でその人に私のことないないちゃんってむっちゃ冷たいよなみたいな感じでスパッて振られてやっぱそれがすごいショックで、言ったら今まで振られるなんてことがなかったし、彼年下だったんですよね。で年下にそんなパスッと振られて冷たいって言われてなんで俺の気持ち何も分かってくれへんのって言われて振られて、そこでもう自尊心崩壊して、もう仕事でもうまくいけへんし
結婚しよう思ってたけど女として見られへん言われるし、年下にはスパッと振られるし、私ってこんなにあかん子やったっけみたいな、もっとええとこあったんちゃうん、全然あかんって落ち込んだんです。もうプツリと切れて、心の中の何かがプツリと切れて、もうその翌日からは AV を調べて AV メーカーの面接を1週間後くらいには行ってたのかな。もうそっからもうやるってなったら仕事が早いんでいかんせんむっちゃ調べてで3社ピックアップして、大阪にある事務所をね、大阪で面接を受けられる事務所を3つピックアップして、で1社2社エイトマンを受けて、でな感じだからなんか一瞬のそういう気の迷いみたいな話でもあるよね。いや本当に、ね、そうだからなんか結果的に AV に女優になったけど、なんかこうそこで違うこう自尊心を保てる何かがあったらそれでもよかったんですよ、きっと。例えばお笑い芸人になるとか、全然海外にぶっ飛ぶとか、なんかきっかけがあればそっちに行ってたと思うだけで、 AV に行ったっていうのもある意味こう男性に対してちょっともうその時嫌気がさしてたんで、大きく男性っていうものへの復讐心みたいなのもありました。ポジティブな理由ばかりではないですよね。もっとこうのほほんと生きれる人生も、そうこれ言われたんですよ、写真家の西田幸喜さんが、もっとのほほんと生きれる人生もあったはずなのに、なんでかなちゃんはこっち来たんだろうねみたいな。私もそれは知りたいけど、でも西田さんとの話は、結論、人生にたられば話なんかないから、もう運命だと思うしかないよねって終わるんですよ。ただなんかそんな抽象的な回じゃなくて、もっと具体的に納得できる回が欲しいですよね。私も欲しい。もうなんか前世からの因果なのかなとしか今じゃ思えないから、だからなんかそのカルマとかさ、業とかさ、そういうのでしか納得できなくなっちゃうよね。そうなんですよ。そう分かんない。だいぶ違うじゃないですか、もう始めた時と。会社辞めるつもりもなく副業でぬるっとやっていこうかなと思ってたし、 AV がそんな1年できたらラッキーみたいなくらいに思ってたからこそ、言ってもだって30歳スタートっていうのは遅いっていうのは分かってたし、本当アルバイト感覚で始めたつもりだった。社会科見学。まさにそう。夜男の人と遊びほうけるの延長みたいな、それやったらちょっとお金に変えようかなくらいの気持ちでやったら、会社にバレてね、 AV か会社に残るかどっちかにしてちょうだいって言われて。第一報は何だったの？第一報は会社の上司ですよね。何々さんこの後ちょっと時間あるって言われて、藤香菜さん知ってますかって写真見せられて、ここのほくろがなんか似てる気がするんだけどそこですよねそこだった。でそこは白を切って、いやちょっと私じゃないですって言い切っちゃって、でその数週間後に第2報、人事部長みたいな人が出てきて、会社の規則のことご存知ですか、それにちょっと説明したいんですけれども、そっからむっちゃ調べましたしね、その服務規定みたいな。でもやっぱり副業禁止とはどこにも書いてないけど、何時間以上の労働は認めないっていうのがあって、もう本当に
会社辞めるつもり全然なかったなんならね、その余ってるパワーを AV に注ぐ方向が見つかったから、結構生き生きしだしてた時期だったんですけど、会社の人もなんか最近楽しそうやなって言ってくれとったし、なんかこのままやっていけそうな気がするを思い始めたらバレた。もうバレた後やっぱり不安じゃないですか。平日朝から晩までこうちゃんと拘束時間があったのに、それがポカッとなくなって何したらいいんだろうが分かんなくなって、私国家試験受けようとしてました。会計士、数字とかやっぱ好きだったから、やっぱなんかこう資格なんか持っとこうかなと思って。でもこう AV っていうのがあったんで、 AV が分かっても誰も文句つけられないような資格取ろうと思ったら、国家資格だってなって、やっぱ国家資格そんな多くないじゃないですか。医者とか弁護士とかで、今の年齢とか時間的に考えて現実味がありそうなのは公認会計士だなと思って勉強してたんです。受けなかった。そう受けなかった。それをね、なんかその今どうしていいか分かんないみたいなのを事務所の社長に相談した時に会計士の試験受けようとしててって言ったら、はぁって言われて、そんな時間の無駄遣いすんなみたいな。国立大学院卒っていう立派な資格を持ってるのに、それ以上勉強してどうする気なん。それやったらもっとその時間有効活用できるし、それもっと本読むとかでもいいやろし、もっとできることいっぱいあるでって言われて、おそっかってなってやめた勉強お化けって言われたでもなんかそれで来た人だから、ちゃんとそれは安心するのかもしれないですよね。そう、本当に参考書と向き合ってる時間はもう唯一ホッとする時間で、だから何時間とか座ってても全然苦じゃなかったし、なんかそれで気持ちを保ってたところもありましたよね。やればいいねえ、そうだな、やろうかな。そうそう、なんかそうだよ。だから手短に説明すると、この人朝来て号泣してるんですけど忙しくてね。そうやっぱりなんか自分の時間少し取り戻した方がいいんだ。そうだよね。人の写真展のスタッフとか、人の写真展のための飛び込み営業とかで、あんまり本人が乗り気じゃなかったりした場合とか、そうなんか積んでたな今の話そう、それちゃんとギャラもらえるんだよねとか言われた日にゃ、なんかそこでちょっとこう考えまいとしてたことがふっと来る。あ、そっか、これ人のことだったなって一生懸命なってる時はね、考えないんですよ。そんな余裕もないし、で聞かれない限りは考えないってこともできるけど、それいくらもらえるのとか、便利屋として扱われてないとか言われちゃうと、なんかこう引き戻される。だからそこに引き戻されるのがあかんなと思って、もうそこがまた辛い。結局それじゃオリンピック一番取れないんですよね。はあってなっちゃう。なんかそれって結局ね、相手を信じきれてないってことにもつながる気もするし、なんかそこまでなっちゃうかな。ならないかな。そのくらいは思っていいのかな。どっかで自分も利用してるんだっていう感覚を持っていた方が健全だと思う。ねえ、利用してます？利用できてる？だからそれがハテナだと辛い。そうだよな、ちゃんと利用し合った方がそうですよね。いいです。いや、これで私利用できてないんじゃないかって思うと、それは感謝が足らんねんっていう風に
言われるからまあおっしゃる通りでしょ言っときたいのはさ、うんうん結局だからあの人に出会って、うん結構さ、うん結局人との出会いじゃん。そうですね、なんか人生がこう分かれ道でこう動いていくって、うんうん、そういう重要な人だったわけじゃん。はいはい、だからまあ私が見つくわけだよね。そうですよねそうですよね、それにやっぱりもう AV って、まあ、堂々とやってるとは言ったけど、やっぱりそれなりにリスクというか、ね、偏見あるし長く残れないっていうのも分かってるし、やっぱりその切り捨てられるっていう危機感がずっとあるんだと思うんですよね。女優の命なんて事務所の意向一つだなって思っちゃってるところがあるから、事務所がやる気なくしたらすぐなくなるし、なんかその脆さみたいなのをずっと思うと、もうしがみつくしかないですよね。便利屋と言われようと、そらできること一生懸命せな売ってもらわれへんやんっていう、そこは現実的に見てます。現実的すぎるほど現実的に、そうだね。そんな情とか一瞬でなくなるから、熱意とかそんな目に見えないものは信じられないから、事務所の意向が全てでしょ。危機感しかない。会社員じゃないんだもん。本当綺麗じゃなくなるとか太ったら終わるとか、もうそういうレベルじゃないですか人間の生理的な部分でその女優の質が落ちるっていう世界じゃないですか。恐ろしく綱渡りしてますよね。どこら辺までこう見据えてるんですか？いやー、なんか超リアルな話をすると、超リアルな話ですよ。会社員の頃よりギャラが下がったらもう終わりだなと思ってて。膝打っちゃったでしょ確かにそんななんかいい指針だね。どこまで頑張ったとかって評価できないから、本何冊とかいうのもなんか評価できないから、一番自分で納得する。一個線引いてんのそこは。もうそれはやってる意味なくなるなって思う。まあ、結局お金かいってなるけど、やっぱりこんだけ体使って、ある意味体売ってリスク背負ってやってる分、会社員よりギャラが低くなっちゃったら、そのリスクは背負う意味ないなって思います。でも私の会社がいかんせんちょっとギャラが高かったんですよそうなんだ、結構もらってたんだ。そう、それはあるから、もしかしたらそう長くもないかもしれないなとか。あの雲ね、ちょっと涼しくなってきたし、ザーッそうと。だな。いや俺ね、後藤さんのね、その無茶ぶり、神田さんがからの話はもうそういう今みたいな話だと思うんだけど、でも結構後藤さんは本当にもっとなんか違う景色を見せに行ってくれっていうものもなんか隠してると思うんだよね。そうなのかな。それは結局後藤さんのね、自分がそうなり、自分の願いだから。でも私はあなたじゃないですよっていう。でもなんか、今の言葉すごい嬉しかった。でもありがとうございます。なんかちょっと嬉しかったな。思うのが、物書く時とかも思うのが、やっぱり自分のご機嫌っていうのがすごい大事だなと思ってて、こういう言ったら朝会った時の気持ちだったら全然書けないんですよ。書いたとしてもなんかこう読んでて気分が下がるようなものしか書けなくて、もちろんそういうのは表に出せなくて、だから自分のご機嫌をいかに上に保つか。そうだよだから分かってるんですよ。もう波があるのも分かってる。熱量に飛び込むと大変な思いするのも分かってるんだけど、でもやっぱり今まで
振り返った時にその熱量にほだされた時が楽しかったなーって。なんかじゃあ絶対間違ってないです。うんそうですね。あ今戻ってきましたあーよかったあーよかった情緒おかしいですかねこの動画よかったあー危なくまたダークサイドに落ちるところだった。すごい雨、俺雨を予想して構えてたのにねさすが雨女ですねっていう言葉で思ってたのにまあしっかり泣いたけど確かにそういうセックスを適当な人じゃなくてさ、こういろいろやることでによるなんかセックスの気づきって何かありました？あーこれ言ったらあかんかもしれない、セックス、そんな楽しくないなって思う瞬間はあった。そんな気持ちくないなみたいな。そう結局なんかこう信頼とか、なんかそう感情の部分が占めてるものって大きくて、なんだったら本当にやっぱり好きな人とだったら別にセックスしなくてもこう、肌が当たってるだけでも心地よかったなーっていう、それないんだなとか、だからきっと1年半2年とかで飽きた、ちゃんと特定の人が思ってくれて、自分も思えてっていうのは、なんかそんなそこら辺にあることじゃないよ。それなりの時間もいるし、コミュニケーション言葉もいるし、お互いのこうより会うための努力もいるし、その上で成り立ってた、そんなねインスタントに手に入れられるもんじゃなかった。本当にそう。なんか AV も男優さんとその日限りでやる、そこまで感情入れられないけど、やっぱりその中でもなんか寄り添わないと、寄り添いたいなって思うしね、なんかそこがないとダメよな気がするし、そう持っていけるだけの心のなんかこう弾力みたいな、そういうのがないとダメだなと思ったりもする。深い仕事論になったところでつきましたねいやでも本当その通りですよ。高いね。さっきも飲まずにさ、長々話してさ、セックス